続いてはマシューさんの投稿です。砂漠地帯での中遠距離戦闘用をイメージして陸戦型アルトをベース作成しましたと。で瀬川さんのねジオラマ1砂漠キットの上に載せてみましたということなんですけども、すごく一体感があって素敵ですよね。そうですね、1枚目の写真本当なんか世界観が統一されてて、ちゃんとこの砂の色に合わせて足元も汚れが入ってますし、で全体的にその砂ぼこりがね体にかかったような感じで、その墨入れじゃないんですけどそういう細かいその隙間に砂が入り込んでいるところとかかっこいいですよね。いやそうですね、非常にかっこいいですね。やっぱこういうロマンを感じる部分としてはこうやっぱ足がキャタピラーがついてるっていうのは非常にロマンなんですけど、今までのキャタピラーとちょっと違うなって思うのが、この足の部分にこうブースターがおそらくついてるんですね。本当だ、そうですね。これだからおそらくこう今までのゆっくり走るタイプのキャタピラーではなく、ボトムズのような移動をする、なるほどね、ギュイーンとギュイーンタイプのキャタピラーなんじゃないかなっていうのを想像してます。高速移動するね。高速移動するタイプのキャタピラーなんじゃないかなっていう、それを物語るかのようにこの足の泥汚れが非常に激しくついてるんですよね。なるほどね。やっぱそういうところを意識されてるんじゃないかなっていうのが僕はちょっと想像しちゃいますね。なるほどね。本当地形とかそういう設定とかを意識したウェザリングで、やっぱなんかそのジオラマの緑とか茶色がちゃんと機体にも入ってるからバレにくくするようななんか良さがあったり迷彩的なね、本当ねめちゃくちゃかっこいいですよ。いやかっこいいですね。茶色と緑っていいね。いいですね。すごい合うよ。マシューさんどうもありがとうございました。続きましてイッシーさんからの投稿です。アルト01ダジャレ好きで陽気なロボット、空を飛ぶことはできないけれど支援メカのイズと協力して頑張れと。だからこれ仮面ライダー的なね。なるほどなるほど。確かにねこのフェイス見るとこう01っぽく感じる部分はかなりありますよね。でこの蛍光イエローでいくのかなと思ったらちゃんとそこはねミリタリー色のデザートイエローでしっかりとこう抑えてるというかね。でウェザリングもきちんとなってますので、そうですね、かっこいいですね。で砂漠の荒野でイズと出会い合体して更地にするっていうそういう4コマになってるんですね。なるほど。ロマンポイントとしてはやっぱりこのまずストライク立ちっていわゆる言われるポーズをしているというのが非常にロマンを感じるところですね。あとさらに付け加えると背中にキャタピラーを背負っているっていうの、これもまあ非常になんかロマンを感じるところじゃないかなっていう。収まりいいですよねこれね。そうですね、すごいかっこいいです。でそれからのタンク形態になるっていう、これも非常にロマンを感じるんじゃないですかね。イーズが全部ね肩に乗っかってね。でこうすごい細かいところであるんですけど、こう地球とのデカールがこう本当だ、人についてる。そうですね。いや嬉しいですね。そうですね、非常にロマンがあるんじゃないですかね。素晴らしいですね。ロマンの塊ですね。そうですね。最後ね地球道チャンネルってね旗も作っていただいて、いやいいっすね。なんかイズと2人でなんか本当旅しながらというか、2人で問題解決してる感がね。なんかイズがくっつくと遠距離にもなるっていうね。そういうことですね。そういうことですね。最終回ギリギリでイズが壊されないか心配ですけど石井さんどうもありがとうございました。続きましてミュさんからの投稿です。全塗装してパーツを取り付けましたと。でこれ2回目に送っていただいた時にね写真1枚しかなかったのでこれ追加投稿という感じだと思うんですけども、いいですね。これも緑と赤で、カラーリングのセンスめちゃくちゃいいですよね。そうですね、これ非常にロマンあるカラーリングなんですよね。これ通称こう闇将軍カラーと言いまして、本当だ、闇将軍カラーだ。分かる人には分かるという。なるほどね。じゃあこいつは元はいいやつでみたいなこの赤いパーツがついたことによりみたいな、いい感じの雰囲気出てますね。他にもやはりこうロマンポイントとしてはまずは片腕だけがでかいっていうのも非常にロマンポイントですし、そうね、さらにサブアームもついているという、惜しみなくロマンを追求されてるんじゃないかなと思います。もうザ王道中の王道みたいなね。大事ですね。右足のかかとを支えてる部分とか、そうですね、もう本当になんか支えて倒すみたいな支えて倒すって何かよくわからないけどなんかこういうなんかこう足をちゃんと支えるなんかジョイントみたいなのがあるとかっこいいなっていうね。皆さんどうもありがとうございました。続きまして KK88 さんの投稿です。機体名がシャドウデリバー、シエルノバを改良した機体
隠密っぽくシンプルに作成したもので30 minutes で作ったものの中ではお気に入りですと。手がね長くてダランとした感じと、そうですね。肩の部分がね、すごくかっこいいですよね。で塗装部分なんかでもやっぱり墨入れを白で使ってるんですね。白の墨入れかっこいいですよね。そうですね。ロマンポイントとしてはやっぱその南條さんが先ほど挙げた手が長いっていうのと、足がすごい太いっていうのはやっぱこうロマンポイントだと思いますね。ブースターになってるんですね。そうですね。なるほど。この感じでやっぱこう非常にロマンを感じるところじゃないですかね。あとこうシルエットがやっぱちょっと忍者っぽいっていうのもやっぱりこうロマンの一つなんじゃないですかね。さらに付け加えればこう武器を逆手に持っているっていうのは忍者っぽい。ほんと片方がソードで片方がナイフ。いや南條さんもロマン分かってますね。いやなんかね先生の話聞いたら分かってきましたよ。ね、二刀流で片方が長くて片方が短いっていうのはロマンですね。本当に篠森青志的なね。これ足の部分もなんかスラスターみたいなのが伸びるんですね最後。これでなんかバランス取っていくとか本当に無音で動くみたいな、スーって動くよね。いいですね、かっこいいですね。いやー素敵です。KK88 さんどうもありがとうございました。続きまして、ゆうやさんからの投稿です。アルトゼノ。追加アーマーであらゆる戦闘に対応できる汎用性が特徴です。ある傭兵ギルドに所属していますと。4枚ね、写真もらってるんですけども、この4つの使い方がね、全然違いますよね。すごいですね。じゃあこれ非常にロマンが詰まってますね。先にこうロマンを説明させていただきますと、これ1枚目っていうのは、支援機の上に乗って戦うっていうのが非常にロマンがありますね、これ。かっこいいかっこいい。これはまあ最近ですとユニコーンガンダムでもあったシーンとは思うんですけど、これやっぱ非常にロマンがあるっていう。これパイロット一人で操縦できるのかな。なんか大気圏も突入できますみたいなね。いや本当になんかそういう感じが非常にしますね。でそれこの2枚目はこの多分飛行機と多分合体してるんでしょうね。これも歴史を紐解けばこれいわゆるスーパーガンダムって。なるほど先生、スーパーガンダム出してきましたか。なるほど。 G ディフェンサーとガンダムマーク2が合体することによってパワーアップするという。なるほど。非常にロマンがあります。合体ってだけでロマンがありますからね。確かにこの後ろのねスーパーガンダムにした後の勝つの怖さってあいつあともう逃げるしかないですから。なるほど。お前はダメだ。で3枚目これ非常に素晴らしいですね。本当ですね。方針が全て前に向いているっていうのは非常にロマンがありますね。確かに前段打ちのね。そうね、これ前段打ちっていうのは非常にロマンがありますので。なるほど。方針は全て前に向けるべき。なるほどね。非常に素晴らしい。なるほどね。こう180度じゃなくてもう前でいいみたいなね。全て前を向け。弾幕すごそうだもんね。いやこれはすごいと思いますね。最後はこれがこれは非常にこれいわゆるデンドルビウム化っていうものなんですけど、こうデンドルビウムを意識しているのではないかという部分が何箇所かありますね。まずはこの非常に長い方針のある。でさらにその反対側になんかまるでアイフィールド発生装置がついているかのような。本当だ。そういうものも。でさらにこのデンドルビウムの特徴であるこの下から出るビームサーベル。これかっこいいな。あれも非常にかっこいいシーンですね。こう戦艦を真っ二つにするビームサーベルは非常にかっこいいシーンでありますから。なるほど。本当だ。ということはだから真ん中にちゃんとフェイスがあるんですよ。そうですね。本当だ。前向いてね。いやこれ非常にかっこいいですね。こういうのに憧れる男の子が多いんじゃないですかね。いやあれは確かにかっこよかったですからね。これは本当になんかよくこの形にしたなというか、もう追加アーマーであらゆる戦闘に対応できるともうまさに30 minutesっていうね。ゆうやさんどうもありがとうございました。続きましてカルパパさんからの投稿です。メインはバイロン軍。この機体は月面専用に改造された土級クラスの強襲機シエルノバ。膝横のユニットは独立してロイルが攻撃可能と。これね写真をめくるともうこれねわーかっこいいわーっていうね、これ僕かなり好きですね。こういうなんかごちゃっとこうした時にデタラメにつけてるようでこれすごく考えられてて、よく正面だけ意識すると横から見るとなんかちょっとバランスが悪かったりとかあるんですけど、これ360度見て全部かっこいいっていうね。3枚目なんかもうすごいですもんねこれ。すごいですね。これきっとパイロットは義手義足ですね。悲しい舞台なんです。悲しい舞台。ロマンからしてもこう非常にこうロマンの詰まったマシンですね。南條さんもさっきおっしゃられたかもしれないこう背中にいろんなものがくっついてこうもうあっちもこっちもバーニャや武器がついてるな。これ非常にロマンがある兵装ですね。でさらにこうパンネルのような兵装もついてるというのはやはりこう非常にロマンを
感じるところだと思いますね。ああ、これだから4枚目のそのロイロイっていう支援機が独立して動いて代わりに打ってくれてるってことなんですね。そういうことですね。ロイロイの使い方が上手ですね。うん、ああ、なるほどな。ちゃんと30 minutes のこの設定を崩してないですよね。うん、そう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 。ロイロイを支援機としてやはりこうロボットを助けるっていう、そういうところがやっぱいいですね。こう非常に設定遵守っていうのは非常に本当に本当に素晴らしいと思います。はい、カルパパさんどうもありがとうございました。続きまして、右影正人さんからの投稿です。バイロン軍029大隊所属 BSS-36 号エグザマックスを機上運搬するために開発されたサポートビークル。ジェネレーター出力に余裕を持たせた結果、スタンドモードによる自立行動も可能となっている。スタンド時の余剰エネルギー排出機構に難があり、背部から強制放出を行う。めちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいですね。加工はですね、上半身に十字凸ジョイントを仕込むのとエフェクトパーツ加工を取り付け、接続にランナーを使った以外はもうそのままで、部分塗装と墨入れトップコートであっさり仕上げてますよという感じなんですけども、色の使い方がめちゃくちゃ上手ですよね。いや本当になんかこの配色が非常にかっこいいですね。赤のなんかラインがこうチラチラ見えるってのは本当にかっこいいですね。で非常にやはりこのロマンも感じるような設定がありまして、そもそもこれはもっとサポートビーグルであってロボではねえっていう。ああ、確かにサポートビーグルメインで、それでスタンドモードとして自立するっていうこの設定非常にロマンがあっていいと思いますね。でさらにそのスタンドモードになった時にはこう余剰エネルギー排出機構があり、後ろからこう強制的にこう排出されているこのエネルギーが常に非常にこれロマンある設定でして、こう他の作品を紐解きますと、ガンダムクロスボーンゴーストっていうのが多分そんな感じで、意味もなくこう排出されて持ってきましたね先生。あの感じとか非常にロマンがあって、多分それを彷彿させるような感じの非常にこう多分アニメとかになったらこう非常にこの放出されているエネルギーが非常にかっこよくバチバチ感がねバチバチ感出るんじゃないんですかね。非常にロマンあります。あいいね、かっこいいですね。なんていうかスタンドモードのところね、アームのところにこう、ね、029ってね、ちゃんとねこうロゴも入ってまして、いやかっこいいです本当に。三影正人さんどうもありがとうございました。続きまして KP さんからの投稿です。近接戦闘格闘試作機の試作な感じのあると。ガイアノーツのマイザーパープル等を使用しました。電脳戦記な色とビルドな雰囲気で楽しんでくださいっていうことですね。いいですね、紫とピンク。ロマンが詰まってますねこれも。こう関節部分もねちゃんとこうゴールドが入っていて、結構いろんな色が使われてて情報が多くて楽しいですよね見てて。でやっぱりそのこうグリーンのクリアパーツ、これがなんかすごい中国感というか、カンフーってね。そうですね、そんな感じがしますね。しますね。ロマンポイントとしてはやっぱりこう殴るロボットはかっこいいっていう。ああ確かに。こう最終的にみんな殴りがちっていうのはあるんですけど確かに最終的にねついで手が出ちゃうみたいな、ついで手が出ちゃうっていう、こう格闘専用のロボットっていうのは非常にロマンがありますね。この背中のねブースターがねこう一気に距離を詰めて叩くみたいなね。そうですね、非常に素晴らしい角度でついてますね、これは。確かに角度がすごいね、まっすぐみたいなね。そうですね、これはだから試作機の試作なんで、多分主人公の特訓をするその師匠的なねキャラクターが乗るみたいな、そういう感じの設定をちょっと匂わせますね。このカラーリングはやっぱこのいわゆるこのバーチャロンのなんか色のセンスというか非常にビビッドな感じで、なんか懐かしい感じもね、そうですね、ちょっとありますね。最後はこうねシェーで終わりにしましょうみたいな。そうですね、これ非常に多分あれなんじゃないですかね、こう中の人と同じポーズを取るみたいな、そういうモビルトレースシステム的な、なるほどね動くんじゃないかっていう、非常に自由度のあるなんか操作系統というか、なるほどね、をイメージさせますね。こう動かすんじゃない感じるんだみたいな。そうですね、ああなるほどね、そういうこう型を舞うみたいな。そうですね、シェイもできるんだぞというなるほどなるほど、KP さんどうもありがとうございました。続きまして K ストライクさんからの投稿です。いろいろ大雑把なんですが、なんとなくラスボス感出ればなと思って作りました。これですね、初めて写真見た時にラスボス来たってね言っていたらラスボス感出ればなって書いてあるので、もう完全にね伝わっておりますよ。出てますね、ボス感が。出てます、ボス感出てますね。こいつはもうあれですよね、もう絶対つかみ攻撃強いですよでこうふゆっとこう飛んだ後にちょっと遅れて衝撃波出るみたいな、なぎ倒すみたいなね。ちょっとロマンですね、非常に。そうなんかねそんな雰囲気出てますよ。
これやっぱロマンポイントとしてはやっぱりこの造形が非常にロマンを感じますよね。こう魔獣というか非常に生物的なフォルムはやっぱりこう非常にロマンを感じるところなんじゃないんですかね。手が長いのがかっこいいよね。いやそうですね、こう手が長いのはやっぱロマンの一つだと思います。なるほど。羽が生えていたりこう爪があったりとか、黒と赤もいいですよね、グラデーションが。そうですね、非常になんか美しいというか、なんか毒々しいじゃないですけど、黒と赤って男子好きよね。ロマンを感じる色の組み合わせなんじゃないですかね。確かに。Kストライクさんどうもありがとうございました。続きまして婚活男爵さんからの投稿です。バスターラビオット、対大型エグザマックス用に開発されたラビオットの試験機とされるが、実は側だけ変えた普通のラビオット。専用の大型ライフルも威力は高いが、取り回しや燃費が悪い欠陥兵器。お上に疎まれている部隊に配備されるが、乗り手の強運のおかげで細々と戦果を上げていると。非常にもうロマンの詰まり方が結構すごいですね。すごいことになってますね、これ。この設定のところからもうロマンが詰まってます。そうね。読んでもらって分かる通り、欠陥兵器っていうのも非常にロマンありますし、専用の大型ライフルっていうのも非常にロマンがあるんですよね。あとね、お上に疎まれてるからね。お上に疎まれて、さらに乗り手の豪運のおかげっていう、なんかそう。いや、こういう細かい設定を考えるっていうのが非常に面白いと思いますね。確かにね、そのイメージから作品を作ったみたいなね。これ絶対パイロットめちゃくちゃやんちゃでしょっていうね。大きい正義の味方じゃなくて、自分の正義だけ貫いてるみたいな。なるほど、いいですね。非常にロマンありますね。そういうなんかやんちゃな人が乗ってそうな感じがね。こう前からじゃなくてね、僕はね、これ後ろをずっと見てたよね。後ろの背中のバックパックが。いや、非常にロマンあるバックパックですね。もうね、タンク込みでね、めちゃくちゃかっこいい。いろんなパーツでゴツゴツしてるってこれ非常にロマンあるんですよね。あとこの大型兵装のこのライフルのこの持ち方が非常にロマンがある持ち方なんですよね。確かに。この持ち方非常にかっこいい持ち方ですね。あとなんかその1枚目なんかのこの立ち方のね、この肩がね、こうちょっと上に上がって顎が引いてる感じね。いいですね。僕この立ち方めちゃくちゃ好きですね。これいわゆる過渡期立ちに近いものなるほど。非常にかっこいいポージングで。いや、写真をね撮り慣れてる感もねすごくありますね。そうですね。かっこいいな。素晴らしいですね。婚活男爵さんどうもありがとうございました。続きまして斉藤さんからの投稿です。30 minutes のミッションはプラモの箱の中のものを使ってとのことで、自分が出せる精一杯の奇抜なアイデアは箱マントでした。密林戦線に出現でき、迷彩塗装したウェザリングしたりでロマンいっぱいに仕上げましたと。先生、ロマンが書いてありますね。いやー、非常に素晴らしいと思いますね。これ1枚目がだからこのキットの箱でできてるってことですよね。いやー、僕結構マント機体が好きで、自分でもなんか作ってみようと思うんですけど、やっぱなんかね、こう布生地とか使うと形維持できなくて、なんかこうストンって感じなんですよ。箱だとこんなに表情豊かになるんですね。いや、非常に素晴らしいと思いますね。いや、これすごい勉強になる。マントっていうのは非常にロマンがあるオプションなんですよね。歴史を紐解きますと、ガンダムサンドロック。そうね、サンドロックね。そうですね。で、さらにクロスボーンガンダム。そうだ、クロスボーンもだ。あと最近で言うとガンダムエクシアもマントをつけて、リペアね。そうですね。戦闘してましたね。やっぱこうマントをつけてるだけで非常にこうかっこいい。僕ら小さい頃からマントで育ちますからね。そうですね。パンを与えるね。あの子ね。マントかっこいいよ、あそこで習いますから。いやでも本当にね、1枚目の首の折り目、本当にね考えられててかっこいいですよ。本当上手ですね。なるほどな。素晴らしいですね。これ本当にめちゃくちゃ勉強になってます。で、あと迷彩塗装がね、これデカールなのかなって思ったら、これ一個一個ねちゃんと筆塗りでね。すごい素敵ですよ。色味のなんかこうバランスがいいですよね。そうですね。こうなんかカーキを主体にしてるんですけど、こうところどころにこの迷彩が入ってて、こういいバランスに塗られてると思います。すごく。マントにデカールもついてますね。いろんなとこにこの迷彩塗装をちゃんとしていて、確かに密林戦線って感じがね伝わりますね。なんかゲリラな感じがする。ありますね。する。斉藤さんどうもありがとうございました。続きまして名城しがたき渇望 K さんからの投稿です。JavaWalk バージョン 2.0 ハイドゥーンビースト、バイロンの強化人間用試作機を回収強化した機体、強武装の大型機を推進機で力任せに動かすという強襲殲滅戦闘型機である。JavaWalk ってもう久しぶりに聞いたっすもん、僕。懐かしい。なんかね、僕はアームズで勉強したんですけどね。まあ確かに JavaWalk だって言われたらそんな感じなんですよ。いや、魔物感ありますね。非常に
この右腕でこうガシッといくっていうね。非常にもうロマンが詰まってますね。またこの機体にも今まで説明してきたロマンが大体詰まってる可能性があるんで、ちょっと一つ一つ見ていきましょう見ていきましょう。まずこう片腕がでかいっていう、これ非常にロマンありますね。でさらにもう片腕が武器。そうね。それに加えてチェーンソー2つっていうのがさらにこうロマンを足してるんですよね。さらに武器が逆手についている。本当だ。これも非常にロマンを感じるんですよね。これがまた確かに。あとは言わずもがなこの巨大なバックパックっていうのも非常にロマンがあるんですよね。で今ちょっと南條さんがこう説明していただいて、この強化人間用試作機をさらに改造したっていう、なんかこれもなんか非常にロマンがあって確かにもはやもうどんな人が乗れるんだっていうね。いやそれは思う。乗った人鼻血出るタイプのそうかもう AI だね、ここまで来るとね。このね足元の金のフレームが外側と中にしかついてなくて内側についてないとか、こういうところにねすごくねかっこいいっていうね僕は思っちゃいましたね。カラーリングも非常にかっこいいですね。いや本当に本当に金色とこのなんか朱色みたいなこの色ってなんかちょっとなんか武者っぽいような、確かになんか和を感じる色っすね。そういえばこんな感じもして非常にかっこいいですね。メタリックのキラキラ感とその朱の艶消し感とね、すごくこうフレームが浮き立って見えて、存在感がすごいですね。これだってもう捕まったらあれでしょ、こう近距離食らいながらこう飛び道具も食らうんでしょ。そうですね。ほぼ全ての武器をゼロ距離で使ってくるタイプ。そうだよね。そうだよね。本当ね、ゼロ距離で全部やられるよねこれ。非常に危険なマシンですねこいつは。怖っ。こっち来ないでほしいですね。本当に。そうね、こっち来ないでいただきたいやつよね。わかりました。はい。ナジョシガタキ渇望計さんどうもありがとうございました。続きましてヒデリンさんからの投稿です。アルト空中戦仕様ネイビーです。キット素組みに部分塗装少し汚し白で墨入れのお手軽仕様ですということで、いや今ね本当にいろんなツールが出て完全に全塗装とかねそんなのしなくてもこんなにねこうしっかりとしたリアルな、そうですね、かっこよく仕上がるんでね、非常にかっこいいですね。いや本当にこれ全塗装じゃないんだっていうね、墨入れ白ってやっぱいいですね。かっこいいですね。非常になんか浮き上がってますね。これやっぱこうロマンを感じるところも何点かありまして、まずはこのいわゆるこのドラグナーウィング。いや僕もうこのフォルム大好きなんですよ。これは非常にロマンがあるんですね、やっぱり。あと細かいところなんですけど、これ多分足が多分ハイヒールになってるんですよね。本当だ。ハイヒールっていうのは非常にロマンがあるんですよね。これ歴史を紐解きますと、ゼータガンダムには出てこないですけど、Z2 とか多分非常にハイヒールみたいな足になってるんですけど、あの足すごいよね Z2 はね。確かに確かに。これいわゆるこの長野守さんデザインしたロボットに非常に多いデザインなんですけど、このやっぱスマートに見えるマシンになりますね本当に。そうか、ハイヒールですよね。こう身長がね高く見えますしね。そうですね。しかもですねこのハイヒールの裏側の部分だから普通は見えないところもちゃんとねバーニャがこう火を吹いてるようなメタリック塗装をちゃんとしてて、そうですね、非常にかっこいいですね。ドラグナーウィングっていうのはやっぱこう後ろからの写真が非常に映えますね。確かに確かに。なんか肩だけで避けそうだよね。シュッシュッシュッって、盾をつけてないから、余計にヒラッとかわす系のね。そうですね。いや本当お手軽仕様と言いますけど、本当なんかめちゃくちゃウェザリングが上手だな。すす汚れとかもねすごくちゃんとここにすすがついてるから使ってきてる感が出てたりとか、すごくね上手です。メタリックのところもね銀がちゃんと差し色さしてて、メタリックの使っている場所がかっこいい。なるほどなるほど。押さえてるところを押さえてるって感じなんですかね。もうザ王道なスタイリッシュな機体じゃないでしょうかね。ヒデリンさんどうもありがとうございました。続いては西本さんからの投稿です。パーツゴテゴテで宇宙ステーション防衛仕様として仕上げてみましたということです。やっぱり防衛仕様なので、ね、まずはインパクトのあるこの大きな盾と。いいですね。僕がこれ大好きなんですけど、エネルギーパック直結の武器。僕はねこれ大好きなんですよ。いやもう南條さんにロマンをほとんど言われてしまいました、今南條さんがおっしゃられたこのまずでかい盾っていうのは非常にロマンがあるんですよね。いいですね。歴史を紐解きますとガンダム自作2号機サイサリスっていうのがありまして、非常にあれも盾がでかくて非常にロマンを感じるんですよね。あれかっこいいですよね。非常にかっこいい。あれねもういいなと思って HG を買って組み立てるんですよ。でポージング取るんですよ。そしたらもう30分してパッと見たら全部ストーンってしてましたよね。
これ自重どうやってやってるんですかね。なんかうまいこと思ってますよね。そうですね。関節も丈夫ということで30ミニッツは。そしてまあ先ほど南條さんがおっしゃられたこうエネルギーパックからこうコードが出て武器とつながっているっていう。そうこれ先生何でしたっけ。僕なんかちょっと全然ピンとこないんですけど。これあれですね、歴史を紐解きますとこれエルガイムとか。あ、そうだ、エルガイムだ。そう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 いやなんかこれすごい好きなのよ。コードからこうエネルギーをこう取ってるっていうのは非常にロマン感じます。さすが先生。そうか。なんかねこの手の多かったですよね昔の。いやなんか、素晴らしいと思いますね。こうちょっと別の話をしますと、これのビームサーベル版がガンダムエピオンですね。ああそっか。そうですね。あれもコードから直接なるほどね。コードっていうのが非常にロマンを感じますよね。これ切られたら終わり感がね。あとこうもう一点挙げるとしたらこのバックパックが非常にロマンを感じるんですよね。いいっすねこの感じ。この感じ非常にロマンを感じますね。ブースターっていうのはこういろんな見方がありまして、まあ、いわゆるこのブースター自体がこういろんな方向に動くっていうのもあるんですけど、こういう風な感じでこう四方についているっていう。そうね、全方向もつけちゃえっていうね。これも非常に実はロマンがありまして、そうね、いいですね。武骨な感じがして素晴らしいと思います。いいですね。しかもこれ4枚目は塗装する前はこんな風でしたよっていうね、こう真似をしやすいというか参考にしやすいというね、こういうのあるといいですね。確かに本当変わってるっていうのが分かりますからね。西本さんどうもありがとうございました。続きまして GPOS さんからの投稿です。親子合作のポルタノバ。この時初めて30ミニ使ってみて未就学児でも組みやすくて楽しいキットでしたということで、まあ親子でね、まあ、いっぱい遊んでもらったっていうのが伝わる素晴らしいですね。いい写真ですよね。嬉しいですね。まあ、やっぱ30ミニッツの魅力といえばカラーを選べるよね。だから塗装しなくてもいいので、まあ、安心して遊んでもらえると。本当いろんなカラー使ってますもんね。そうですね、すごい小さい子供でもやっぱこういう感じでかっこよく作れるのがすごい多分できた時に多分嬉しいでしょうね。すごく本当ね。それでまあロマンポイントを言いますと、まずはこう飛んでる機体のこの足がバーニャになってるっていうのはこれロマンなんですよね、やっぱり。そうでこれがね下の機体をまたいだようなポージングっていうね。ポージングが非常にロマンを感じるポージングとかね、なんかもう非常にかっこいいですね。かっこいいね。なんかもうポスターみたいだもんね。いや本当に僕ねこれね下がねお子さんの作品だと思うんですよ。これまずは好きなパーツ全部使わせて、お父さんちょっと右腕短くなってるみたいな上の作品ちょっと腕が短くなってるんですよ。もうパーツいっぱい取られちゃったなみたいな、あまりパーツやるかみたいなね。親子でできる模型っていうのは非常にいいですね。いいですね。なんか温まる作品ですよ本当に。いいな。 GPOS さんどうもありがとうございました。続きましてジュリープラモデル初心者さんからの投稿です。作品名アルトファイター。普通のアルトファイターはビームサーベルのみの近接武器のみだが、追加アーマーを装備することにより火力、機動力、耐久性を向上させることに成功している。スーパーロボット風のものが作りたくて重厚感のある追加アーマーを考えてみましたということで、スパロボ先生ですからね、特訓は。いやー素晴らしいですね。これ非常にかっこいいですね。まあロマンをもういろんなところに感じるんですよね、やっぱり。まあ一番最初にいわゆるこう格闘専用機体っていうのは非常にロマンを感じますよね、やっぱり。アルトファイターがねこうすごいシュッとしててね、かっこいいですよね。非常にスマートでかっこいいですね。これ配色も非常になんか主人公感が非常にありますね。カラーリングはねすごくいいですよね。さらにこれがいろんな装備をつけることで全く別の機体のように見えるこの感じ非常にかっこいいですね。そうなんですよね。これ最初2つ作品を出してくれたのかなと思ったらこれで1つの作品なんですもんね。パワーアップバージョンの方を見ていきますとウィングが反対にこう V の字になってるっていうのは非常にロマンを感じるんですよね。いいですね。でまああとはこう武器が手の甲についているっていうのも非常にこうロマンを感じる部分っていうので、まああとまあ特筆すべきで言いますとこのやはりこの一番最後の写真ですね。これがこれいわゆるこうサンライズ立ちってやつなんですけど、本当ね非常にかっこいいですね。これやっぱこのポーズをしちゃうとやっぱスーパーロボット感が非常に増しちゃいますよね。このまま突進して突き刺すのみみたいなね。そうですね。こう必殺技の名前を叫んで切るみたいな感じが非常にありますね。いやこのね肩アーマーがすごく斬新でかっこいいんですよね。この肩アーマーの付け方は全然思いつかなかったですね。でも設定も実はこれ非常になんかロマンを感じるんですよね。まあスーパーロボット風みたいな感じにおっしゃってるんですけど、これ要はあれですよね。これ前半はこの軽装形態みたいなやつで戦っていたのが、こうストーリーが進むごとにこう最終的にこういうパワーアップした状態になるみたいな。なるほどね。そういうことを想像させちゃいますよね、非常に。それでも最終回ではこのパーツが全部ぶっ壊れていって、わかる最終的にはこの軽装形態で
かる結局殴り合うってわかいうるめっちゃわかるめっちゃわかる。そういうストーリーが想像させられますね。いこれはや非常にいいですね。帰りを待ってるなんかお姉さんいるわ。そうです木の陰からそっと見てる昭和テイストのわかるわ。いいですね、非常に。いいですね、うん、ジュリープラモデル初心者さん、どうもありがとうございました。続きましては俺様国王 AKA ガンドー P さんからの投稿です。シュペルポルタノバ、サードパーティー製のアップグレード改修が適用されたポルタノバ。地球軍の新鋭機ラビオットを凌駕しうる新型機配備までの間のストップギャップを目的にバイタル走行の強化や頭部内蔵センサー類の換装が行われていると。なんかこうパッと見た時にこのなんか素組みをこう塗装したのかなとかいうふうに思ったんですけど、やっぱりこうフェイスがね変えてあったりとか、すごくねおしゃれですよね。いや、これ非常にこれあれですね、こうシンプルに作られてるんですけど、こう設定によって非常にロマンを感じるマシンになってるんですよね。戦闘中に強い敵が出てきたから、それに合わせてちょっと新型ができる間の支えをするみたいな感じでこうちょっと回収されましたっていう。いいな、かっこいいね。非常に設定がいいですよね。兵装としてのロマンポイントを言いますと、まずナイフを逆手に持っているっていうのはやっぱりこう非常にロマンがあるポージングなんですよね。なるほどなるほど。あとこの武器の持ち方、機関銃を持ってるこの武器の持ち方も非常にこうロマンのある持ち方というか、かっこいい持ち方で、こうまあ量産機らしいっていうところもありますね、本当に。そうだね、大元のだからそのらしさをちょっとね、そうですね、レベルを上げてるっていう、量産機をカスタムするっていうのが非常にロマンがあるんですよね。そうだね。そうですね、こう歴史を紐解きますとやっぱこう EG8 とか多分そういうのに当たるんだと思いますね。かもしれないかもしれない。量産機をちょっとそれ現地回収して、エースパイロット機っぽくするっていうのは、このね茶色の墨入れがねいいんですよ。僕は茶色の墨入れ大好きですから。非常に写真のクオリティが高いっていうのもそうそうそう、写真が綺麗なんだよね。非常に写真が綺麗に撮られてるんで、なんか勉強になりました本当に。素晴らしいと思います。俺様国王 AKA ガンドー P さん、どうもありがとうございました。続きましてケンジ松尾さんからの投稿です。島根県にこびた感じにしようと思い、石見銀山防衛しようみたいなイメージで作りました。なぜ買ったかわからないなぜ買ったかわからない銀製石見銀貨キーホルダーを活用できたのが良かったですお役に立てて良かったです本当に銀貨を脱着式にするために 3mm の棒を固定することと、近くの公園でこっそり写真を撮ることが苦労した点ですということで模型というよりはやっとこのキーホルダーの使い道見つかったよみたいなね近くの公園でこんななんかこう雰囲気のあるジオラマあるんですね。いや非常になんか雰囲気ありますね。いいっすよね、なんかねこのやっぱ自然光で撮ったからかもしれないですけど、ちょっとわからないんですけど、これグレーなのかメッキ塗装なのか、なんかメッキ塗装なんですかねこの光に当たってね、なんかすごいパフナー感があるっていうねなんかねもうすごい同化してるようなねいや非常にかっこいいですね。かっこいいマジで。このカラーリング非常に独特ですよね。いや本当に本当にこれなんかどういう塗装なんですかね。本当なんかちょっと他の作品と違って見えますよね、ロマンの点で言いますと、なんか今までの見た機体の中で一番角張って見えるんですよ。そうなのよね。なんかカクカクってしてるよね。なんかそこが非常にこう武骨な感じがして、非常にロマンを感じるというか、こう素晴らしいですね。確かに丸みパーツがないからかな、いや本当になんかね 2D ポリゴンみたいな。そうそう、キーホルダー非常に悪いんですけどね確かにね、またね本当ね面白いなこれね。ウェザリングの仕方なんですかね。非常に面白いですね。面白いね、なかなか見ない。非常に角張ってますね。いいですね。銀貨あそこにいますかみたいなねここにいるぞパフナー見直したくなりましたよ本当にしかし銀座行ったことある？ありますよ。僕はないんですよね。行ってみたらいいんじゃないですかね。またなんか僕一回場所に行ったんだけどたどり着けなかったっていう、なんかどこからが銀座なのかよく分からなくてだいぶ手前のとこで折り返したっていうケンジ松尾さん、どうもありがとうございました。続いてはライデン2さんからの投稿です。機体名はレッドバロン、ラビオットベースで一撃離脱戦特化型の機体です。赤と黒、長い武器、大型ブースターと好きな要素を詰めてみましたと。そうですね、あなたのおっしゃってるその好きなもの全てロマンですよ。ロマンですよ
素晴らしいですね。いやーいいですね。まあ、ついでに付け加えるとするならば、うんその長い武器を逆手で持ってるっていうのがさらに本当だ本当だ。プラスアルファになるんですよね。すごいですね先生。これは本当皆さんロマン詰め込んだら本当こういう形になるんですいや本ね。当そういうことなんですよね。さらにプラスとするならば、うんプロペラントタンクがついてるっていうのを実はそこもロマンがあるんですよね。いや本当だ本当だ。やはりこうロマンを追求する者たちはこう無意識のうちにロマンをつけちゃうんですね。やはりいやなんか本当共通点が多く見られますそうねで。すね。やはりこう人がロマンを感じる部分っていうのはうん仕方なく重なってしまうものなんですね。なるほどね。いやでも本当赤と黒ってどこから来てるんでしょうかね元はいや不思議ですね、うんそう言われるとなかなか難しいところがあるのかもしれないですうね。んちょっと僕の今の時点には出てこないですね。なるほどなるほどなるほど。先生にもわからないという。そうですそうですね。なるほど。多分非常に人間の遺伝子に刻まれてないから、ね、いや確かに確かに。いやなんかねかっこいいって思うもんそうなねん。ですね。研究の余地がありますね。いや非常にいろいろ課題もいただけた作品なんじゃないでしょうかね。そうですね。やっぱオードブースターがついててこう長尺の武器を持っているっていうのはやはりこう非常に熱い展開が起きるんですよね。やはりなるほどね。なるほどね。起きちゃうんですね。起きちゃうんですね。わかるわかる。なるほど。仮面をつけた人がパイロットなんでしょうね。ありえますね。ありえますね。これ乗ってる人も多分こうなってる角が。なってる可能性全然多いにあります。全然大いにあるよね。大いにありますね。下手しこの服装も多分この色合いの可能性あが確かに確かに確かに真ん中が黒でね。そうそうそう肩の部分がね赤くてね。赤いっていうナイデン2さんどうもありがとうございました。続きまして羊さんからの投稿です。息子4歳の作品です。お父さんと一緒にたくさん買ってきてレゴブロック代わりに遊んでいます。高機動型近接タンクのイメージで作ったようです。右手の武器で敵と当選もできるとのことですと。いやもうねなんかねすごいこう可愛らしい作品というか、よくそのうちのお店でもあるのが割とこうパーツをばらして好きに組んでいいよっていうとこう箱と全く同じ形にしたくなるんですよ。だから結構皆さん戻されちゃうんですよね。それがですねやっぱりもうこの時点ですでに自由な発想で、タンクをつけこう左右非対称にしもう自分のアイデアを盛り込んでるあたりがものすごく将来有望と言いますか。そうですね、うん非常に将来有望なロマンをお持ちですね。なるほど。まずこのキャタピラがうんうん。もうロマンですからね。まずそう二足歩行を選んでないってところがね。非常にこう、もうロマンを分かっているというところですね、で近接武器として刀を持たせるのではなくもう手が刀になっているっていうのは非常にロマンなんですよね。そうよね。これだからどこで学んでくる技なのかというかね。非常にロマンがあるやつですね、それでさらに腕にもう武器がついているっていういやーか直接っこいい。非常にこういうロマンがあるんですよね。いやー僕が4歳じゃこれできなかったな。マジでそのままに作ってたと。いや非常に素晴らしいですね。いいですね。片方側にミサイルポットがついているっていうのはこれ非常になんか現代兵器っぽいようなああなるほど雰囲気をね。醸し出してますよね。本当にいいなー。ちゃんとこう背景もね、ちゃんとこう他の風景入らないようにして。いやー4歳からこういうことをできるっていうなんかもう幸せだな。素晴らしいですね。素晴らしいですね。もうぜひこの趣味を続けていただきたいと思います。うん翡翠さんどうもありがとうございました。